はいどうも、ビバです。今回は皆さん気になっているであろう新商品、こちらのジェックスアクアリスタグラスカスタム600をご提供いただきましたので、この新製品を徹底的に分かりやすく紹介していきたいと思います。こちらの商品は2023年9月7日からメーカー出荷。おそらくこの動画が出て近日中には店頭に並ぶとは思うんですが、これまでにはなかったタイプのろ過フィルターとなっています。アクアリウムでろ過フィルターというと、外部フィルターとか外掛けフィルターがメジャーです。これはジェックスアクアリスタのスリムフィルタープロという外掛けフィルター、水槽の背面に引っ掛けるハングオンバッグのろ過フィルターです。それに対して今回新たに登場したグラスカスタム600は、なんと水槽の中に引っ掛けるタイプ。言うなればハングインタンク。名前の通りヒット商品になるのかどうか、じっくりと見ていきたいと思います。ちなみに製品名がグラスカスタム600となっている通り、こちらの商品は60センチ水槽専用品です。しかもフレーム水槽には使えなくって、ガラス厚 5mm もしくは 6mm のオールガラス水槽専用品となっています。先日行われたジェックスさんのライブでは、みんな買ってくれるんだったら30センチ、45センチ用のグラスカスタムも考えますということだったので、もし他のサイズのグラスカスタムが欲しい方はジェックスさんにお願いしてみましょう。それではグラスカスタム600紹介をしていきます。グラスカスタム600を開封するとこんな感じになっています。このパッケージの中にこれだけのものが入ってるんですね。かなりコンパクトなパッケージだと思います。じゃあまず組み立てだけやっちゃいます。まず各種スポンジ類があって、本体下部のこの網目のところにこの小さなスポンジをセットします。これはゴミとかを防ぐためのストレーナースポンジ。ここから製品内に水槽の水が吸い込まれます。そしてもう一個、このなんか泡立ち良さそうなスポンジ。これはこの端っこのスペースにギュッと差し込みます。このスペースの詳細は後ほど。そして製品の右端。ここにはこの粗めスポンジをギュッと差し込みます。塗水口のスポンジですね。次に水中ポンプのセット。この仕切り板をセットします。こうすることでメンテナンスする時も取り外しが簡単。モーターはさっきのストレーナースポンジをつけたところにガチャッと差し込むだけです。そしてこの本体にケーブルエントリーという切り欠きが2箇所あります。これはエアチューブとか耐圧チューブ、水中ポンプのケーブル類を通すところ。続いてこちらのパーツ、仕切り板とディフューザー。これもガッチャンコしてこんな感じに組み立てます。もう1個あるので同じように組み立てます。これはこの製品のろ過層を区切るもの。中央付近が第1ろ過層、右側が第2ろ過層となっているので、まず一つをここにセット。もう一つもセット。そしてグラスカスタム600にはろ過剤が付属しています。まずはスリムマットバイオ。そしてこちらのリングロ剤、ベストろ過のバイオリング。まずこちらのスリムマットバイオ。これをここに斜めに取り付けます。小スペースですね。そしてリングロ剤をここに入れます。そして最後にこのガラス蓋。フィルターにガラス蓋ってなかなかないですよね。これをセットして組み立て完了です。セットといっても乗せるだけ。実はこの製品、このガラス蓋乗っかるところにシリコン加工がされていて、このガラス蓋滑り落ちないようになっています。グラステリアフィットとかアクアリスタの水槽では採用されているトップシリコン加工ってやつで、ガラス蓋乗っけるシステム。これめちゃめちゃいいですよね。これ忘れてた。侵入防止スポンジ。これは本体側面に貼ることで、魚とかエビとか貝とか生態の侵入を防いでくれます。最後にシリコンスペーサー。これは主に他社さんの水槽に設置する際に使用するパーツです。ジェックスさんの水槽でもトップシリコン加工されてない水槽にはこのシリコンスペーサーを使います。本体の側面と背面にペタッと貼るだけですね。というわけで組み立てでした。もうめっちゃ15分ぐらい喋ってるんだけど、動画ではどんくらいカットするかわかんないですね。
丸々カットしたら切ないな。それでは実際に設置した時どうなるかを見ていきます。今こちらの水槽はエーハイムの60センチ規格水槽。ガラス厚は6ミリ。一般的なガラス水槽より1ミリ厚いガラスを使っています。高さは規格水槽なので36センチ。一般的な60センチ規格水槽のオールガラス水槽に設置したイメージはこんな感じになっています。ここでこの製品の寸法について見ていきます。一応製品の幅は60センチ水槽専用なので、ほぼほぼつらい位置になるような状態です。高さなんですが、水槽の縁までで測ってみると約12センチ。なので36センチの高さの水槽だと、水槽の底面までは24センチぐらいになります。そして奥行きなんですけど、これが意外とスリムなんですよね。一応製品の奥行きとしては6センチなんですけど、後ろの部分は背面のガラスに引っかかる形になっていて、5ミリぐらい出っ張ってますね。なので水槽の中に入っている部分でいうと 4.8 センチぐらい、かなり薄型のフィルターであることがわかります。この側面も乗っかっていて、背面も乗っかっているので、安定性としてはかなり高いです。ほとんど動かないですね。ではこのジェックスアクアリスター BS600、そちらと今回紹介しているグラスカスタム600を組み合わせた時の見た目などをチェックしていきたいと思います。ちなみに今回この水槽を買ったと一緒に、こちらのクリア LED パワー4一緒に購入してきました。このブラック水槽の中でシルバーのラインがかっこいいですね。このトップシリコン加工のされた BS600、何がいいかというと、ガラス蓋が隙間なく水槽に乗っかる。これ今指で蓋をグッと押すとなんか縁の部分黒くなると思うんですけど、この水槽のトップ部分シリコンが塗られていて、このガラスの蓋がギュッと乗っかる仕組みになっています。なんでこれがいいかというと、実はこの BS600 と60規格水槽である TS600、このグラスカスタム600と合わせると、なんと水槽の隙間を全て埋めることができます。このグラスカスタム600が水槽の後ろの隙間を埋めて、 BS600 の付属のガラス蓋、これが残りの部分を全て埋めてくれる。これ何がいいかというと、生体の飛び出し防止ですね。例えばパチェット系とかベタとか、ちょっと大きめで言うとスネークヘッドとか、飛び出し事故の起きやすい生態でも、この水槽とグラスカスタム600の組み合わせであれば水槽に隙間がなくなるので、飛び出しはゼロ。もう飛び出しようがないですよね。隙間がないから。この組み合わせが今回グラスカスタム600で素晴らしいなと思ったところです。ではグラスカスタム600の機能性について見ていきます。今この商品を真上から見てるんですけど、一番左の部屋、ここにはスポンジが入っていて、見ての通り穴が開いています。エアレーションで使うエアチューブとか CO2 添加で使う耐圧チューブ、そういったものをここに通して水槽内に入れて、このままだと下の穴から魚とか侵入してきちゃうので、このブロックスポンジで穴を埋める、そんな用途に使うらしいですね。ただここでエアレーションとか CO2 添加すると、隣が水中ポンプでここから水吸い込むんですよね。あまりエアレーションの空気とかポンプで吸い込んじゃうとよろしくないので、ここではエアレーションとか CO2 添加しない方がいいと思います。そしてここが水槽内の水をこのフィルターに取り込むための水中ポンプ。これは取り出ししやすい形になっていて、水中ポンプのメンテナンスも簡単に行うことができます。インペラーも普通に外すことが可能です。できればフィルターの底面にあるストレーナースポンジも一緒に取り出せたらメンテナンス楽だったんですけどね。そしてその隣はスリムマットの入る部屋。水中ポンプから水が入って、この奥の三角に水が入って、スリムマットで水をろ過して右に続くろ過槽へ水が送られます。そしてここが第一ろ過槽。ここはろ過槽容量が 750ml。ここには仕切り板とディフューザーと呼ばれるものが設置されます。横から見るとこっちから水が来て、このスリットとあとはこのディフューザーの中を通って下から吹き上げる。ここには付属のリングロ剤を入れることができます。そして第一ろ過槽を通った水はこちらの第二ろ過槽に送られます。こちらは
ろ過容量が 790ml。 標準付属しているスリムマットとリングロ材でも十分かなとは思うんですけど、さらにろ過能力増やしたい人は自由に使えるろ過槽あるのは嬉しいですね。そしてこの第2ろ過槽なんですけど、実はとある特徴がありまして、フィルターを止めてもここに水が溜まり続けます。他の第1ろ過槽とかも水槽の水位と同じだけの高さには水が溜まってるんですけど、この第2ろ過槽は何て言うんでしょう、器状になっていて、このグラスカスタム600を例えば水槽から取り出した時にもこの部分には水が残り続けます。これで何ができるかというと、これはもう公式でも謳ってるんですが、ヒーターを設置することができます。これめちゃめちゃいくないですか。このヒーターというのはアクアリウムやってる方ならご存知の通り、寒い季節でも水温をキープするアイテムなんですけど、実はヒーター関連の事故っていうのが絶えません。これはガラス面にペタッと貼り付けて使用するんですけど、その隙間に魚が入り込んじゃって怪我をしてしまったり、あと動きの鈍い貝とかヒーターが温まってるのに逃げきれなかったり、それ以外にもヒーターの取り付け位置によっては水槽の水替えをする時に水位が下がってヒーターが露出してしまって、そのまま安全装置が働いて使えなくなってしまったり、そういったトラブルが結構あります。ただしこのグラスカスタム600はここにヒーターを入れれるので、ここに丸ごとドボンと入れて、この中で水を温める。当然常に通水しているのでヒーターとしての機能は問題ありません。しかもこの中には生体が入ってこない仕組みなので、生体の事故もなくなる。もちろん水替えの時に水位が下がってグラスカスタム600が水上に丸ごと出てしまっても、この部分は水が溜まったままになるのでヒーターは露出しません。このフィルター内にヒーターを設置できるっていうのがアクアリストにとっては結構長年の夢。水槽内からヒーターがなくなるっていうのはいろんな事故の防止と水槽の景観も良くなるので、かなり大きなメリットかと思います。そして最後にこの右端のところに細長いスポンジが入っていて、ここはこのフィルターの塗水口になります。ここに穴が開いていて、ここから水が出ます。このスポンジを使うことでこの隙間から魚が侵入するのを防いでくれます。またこのスポンジを外して使うと、この部分結構水の落水があるので、ここでかなり水面が揺れながら塗水されてエアレーション効果も得られます。水草水槽をやって CO2 逃がしたくないっていう人は、この塗水口が埋まるぐらいまで水位を高めておきます。一応本体の左端にちょっと見づらいですけど、最低水位線と最高水位線が記載されています。気になる水槽内の水の流れなんですけど、これは公式の動画がわかりやすいです。縦にローリングしながら水槽全体に水が回っていくのがわかります。ではやっていいのかどうかわかんないですけど、オーバーフローさせるとどうなるかテスト。この塗水口のところをこのスポンジビニールに入れて突っ込めば水の流れが止まるので、溢れる水はどこに行くのか、ケーブルエントリーから流れるのか、もしくはどっかから水が出てくるのか。それではスポンジをよいしょ。ちょっと待って。今ね、溢れて、ここですね。水中モーターの部屋に水が流れ込んで、こっから水槽に戻ってるのか。なるほど、ここから水が流れるんですね。なので塗水口のスポンジが詰まっただけだとオーバーフローすることはなく、水中モーターの部屋に水が流れる。これは安心ですね。では冒頭でもご覧いただきましたが、今回グラスカスタム600を使って立ち上げた水槽がこちらです。同じくアクアリスタの60センチスリム水槽、ブラックシリコンのアクアリスタ BS600、 LED ライトにはアクアリスタのクリア LED パワー4、そしてろ過フィルターには今回紹介しているグラスカスタム600。今回は全てアクアリスタで統一して水草水槽を立ち上げました。水槽内のレイアウトや水草、生態についてはまた別の動画で紹介したいと思います。ここでは実際にグラスカスタム600を使って水槽を立ち上げてみて、良かった点、気になった点を紹介していきます。まずグラスカスタム600の良いところ。これはやっぱりデザイン性が一番ですね。最近はデザインもよく考えられたアクアリウム用品増えてきていると思うんですけど、このグラスカスタム600はかなり洗練された見た目をしてます。この蓋をガラスにしたとか、普通は
採用しないですよね。フィルター本体もオールブラックで、水槽に黒いバックスクリーンを貼ると全体が黒で引き締まったアクアリウムを立ち上げることができます。それと設置した際のシンプルさ、外部フィルターとかと違って余計なパイプ類は出ないですし、外掛けとも違って背面に出っ張りはほぼありません。つまり水槽の設置の自由度がかなり高まります。この水槽のようなスリムタイプの60センチ水槽だと、もちろん基本は水槽台かとは思うんですが、頑丈で耐荷重のしっかりしているキッチンカウンターとか外部フィルターや外掛けフィルターを使えないスペースに設置する際にも、もしかしたらグラスカスタム600なら設置できるかもしれない。コーナーフィルターでろ過容量が心もとないっていう場合も、このフィルター候補に入るかもしれないですね。そしてフィルターの中にいろいろ突っ込めるのがありがたいです。今ここに見えてるのは CO2 とエアレーション。こういったチューブ類とかコードを逃がすためのケーブルエントリーもついているので、このまま蓋をすることもできます。そしてカスタマイズできるろ過槽。今はここに自分で選んだろ材を突っ込んでるんですけど、この部分にはヒーターとかも入れることが可能です。そして組み合わせる水槽によってはガラス蓋を水槽に隙間なく設置することができるので、魚の飛び出し防止とかも防ぐことができます。では続いて実際に使ってみて分かった気になる点。グラスカスタム600は黒で統一されてデザイン性が高いと言ったんですけど、実は正面から見ると中に入れてるろ材が透けて見えちゃいます。これはグラスカスタム600の前面がスモークガラスを採用しているので、どうしても中身はうっすらと透けるんですけど、付属のろ材真っ白なんですよね。入れてるネットも真っ白なので、かなり透け度が高いです。右のろ過槽には黒いネットに入れた白いろ材を入れてるんですけど、これでもちょっと目立ってますよね。せっかくならこのろ材、真っ黒いネットに入れてもらえるか、黒系リングろ材がセットになっていたら嬉しかったですね。あとこちらの付属してるろ過マット、これも白いのですごい目立っちゃいます。ジェックスブランドで出してるスリムマット、いろいろ交換して使えるんですけど、こちらのカーボン系のろ過マットかな、これ真っ黒なのでこれ使えたらよかったんですけど、実はこれ枠がでかすぎて使えません。これちょっと残念。せめてこれ使えるようにしてほしかったですね。そしてこれは使う前から想像できてた人もいると思うんですけど、グラスカスタム600の下の部分、このスペースがデッドスペースになります。いろんな意味でデッドスペースで、まず高さに制限ができるので、水草水槽にするときはこの部分、水草がぶつかっちゃいます。水草なので光に向かって伸びてある程度問題はないんですけど、ちょっともったいないスペースになっちゃいます。そしてどうしてもフィルターがあるので LED ライトの光が遮られます。画面越しでも若干暗くなってるのがわかると思います。ただこの水槽、高さが25センチしかないので、高さ36センチの規格水槽であれば光が届かないという影響はだいぶ軽減されそうです。ただ今 LED を蓋に直乗せしてるので、このレベルの影響で済んでるんですが、これを例えば付属のリフトアップパーツを使ってこのぐらいにセットした場合、ライトの高さが上がるにつれて暗くなるエリアはどんどん広がっていきます。あとは LED ライトを前に設置するか後ろに設置するかでも若干影響は出てきます。そしてこれも水草水槽に限るとは思うんですけど、この部分暗い空間ができてしまうので、魚にとっては結構居心地がいいかもしれない。つまり鑑賞したいのに生態が後ろに隠れてしまって熱帯魚の鑑賞ができない、そんなこともありえそうですね。というか実際に結構魚がここに隠れたりします。一応水の循環についてはさっきも映像で見てもらった通りこんな感じで回るので、多少水草とかに遮られるってのはあるんですけど、止水域にはならなそうですね。そしてこれはちょっと盲点だったんですけど、 BS600 水槽もしくは TS600 水槽もなんですが、ガラス蓋で天面を完全に密閉できちゃうと水温が上昇しちゃいます。特にこの LED ライトをガラス蓋に直置きする場合、 LED ライトの熱がめちゃめちゃこもって水温が上がっちゃいます。これはちょっとうっかりしてましたね。一応解決策としては、こちらのシリコンスペーサー余ってると思うので、これを貼り付けてガラス蓋を乗せることでわずかに空気の抜ける隙間を作ることができます。もしくはグラステリアフィット用にリフトアップパーツ交換部品として販売しているので、これをこの蓋に取り付けてあげるとこんな感じの隙間を作ることができます。これである程度は水槽内の熱のこもり改善できると思います。これは素人のざれ言なんですけど、この部分四角じゃなくて V 字型でも良かったんじゃないかなと思います。逆三角形の V 字型だったら
この部分光通るので背面の方も有効活用できるんじゃないかなと思いました。というわけでジェックスさんから出た新しいタイプのフィルター、ジェックスアクアリスタグラスカスタム600をレビューしました。今回は事前にサンプル提供いただいた商品なんですが、この動画公開されている頃には近々アクアリウムショップの方にも並ぶんじゃないかなと思います。アクアリスタ製品なので通販はやってないですね。気になる方はぜひショップに足を運んで実物をチェックしてみてください。個人的には黒いバックスクリーンを貼った水槽にはめちゃめちゃかっこよくセッティングできると思います。ライトスクリーンとか使いたい人はこの商品候補からは外れると思うんですけど、今見てもらってるような水槽作ってみたいっていう方は結構面白いフィルターかと思います。何よりこういった新しいタイプの製品が出てきてくれるのはすごい嬉しいですね。というわけで今回の動画は以上です。この水槽については次回改めて別の動画で紹介したいと思います。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。